子育てに疲れた30歳女性専業主婦の方です。2歳と4歳のお子さんのお母さんで、まともに子育てができない、可愛くてニコニコ明るいお母さんになりたいけれど自分では無理だと落ち込んでしまいますけど、今後どうしたらいいでしょうかということですね。で結構ご自分の中の葛藤、今の症状としてはですね、非常に、なんていうのかな、思い詰めたところがあるような状態です。で、子育てに疲れたっていう度合いがあると思うんですけど、これが自分ではまともに子育てができてないという状態。例えば子供に絵本を読むっていうこともしないし、子供が遊んでって言ってもその遊びにも付き合えない、付き合いたいと思わない。なんとかご飯は作ってるけどそれも簡単なものしかできない。で子供がもう可愛いと思えない。で周りに助けてくれる人もいないっていう状態ね。でもう家事を全部放棄して遊びたい、自分の時間が欲しい、一人になりたいっていうね。で、長女を産んでから、お子さん2人いる中の上の子を産んでから4年間、4歳のね上の子は4年間ほとんど一人で子育てをしてきてるっていう。で、だけど今そんな状態で育児放棄みたいに取られるような部分もねある中で、まともに食事も作ってない、絵本も読んであげてるわけじゃないし、遊んであげてるわけでもないし、そういう状態で疲れたって言ってるのはでも甘えと思ってらっしゃる、甘えなのかなっていう部分もある。で芸能人とかねテレビで見てママで、ね、芸能人の昔のアイドルがママになってみたいなのを見ると、本当に仕事もバリバリしてながら子育てもちゃんとしてて明るくすごい素敵で、そういう姿を見るたびにもう自分とあまりにかけ離れた姿にやっぱり落ち込んでしまうっていう、私にはそんなの無理っていうふうにして落ち込んでしまうっていう症状です。で、この方の問題は子育てがうまくできないっていうことじゃないんです。旦那さんとの関係ですよね。だからいろいろと症状、自分でこうだこうだこうでうまく子育てできない、こういうふうでこういうふうでって言ってらっしゃる背景に、一文僕が一番気になるのは、長女を産んでからの4年間ずっと一人で子育てをしてきた。これ旦那さんに対する当てつけですよね。旦那は何も手伝ってくれないとはお悩みには書いてないんですけど、旦那が何も手伝ってくれない、離婚してるわけじゃないので、お仕事の事情があるのか何かの事情があるのか分かりませんけれども、という状態ですよね。で、子育てに疲れるっていうのは今のお母さんたちなら当然なんですよ。子供が育てるのは大変だ、子供を育てるのは本当に一人の時間、仕事と子育てとの両立、家事の分担っていうキーワードと概念と、それが当たり前みたいなことの風潮が世の中にあるがゆえに、それと比較した時の自分の状況っていうものは、その一般的な世間で言われている旦那子育て手伝って当たり前だよねとかね、それからなんかね、子供かわいい子供と一緒のラブラブみたいなイメージ、それが当然子供に関して本当に子育て一生懸命やってるいいお母さんみたいなね、芸能人みたいなね、うちのなんとかちゃんとかいうのはブログにアップしてる姿とかね、そういうのがスタンダードになってきちゃうと、それを比較して自分が本当にダメだって思うお母さんたちが増えてくるっていうのは当然ですよね。情報が多いんですから。でニュースになって話題になってベストセラーの本になるぐらい特殊な人の子育ての特別なスーパーマンみたいなお母さんの子育て情報が誰でも読めるので、余計それと比べて自分はってなります。自分の周りに
近所にですねどうしようもないお母さんばっかりだったらそんなに落ち込まないですよね。あの人も育児放棄ね、私と一緒やんっていう話なんです。でもそうじゃない人を見てしまうので余計問題です。でもとにかく、問題としては多分旦那さんとの間の問題というのがまず一番大きいだろうなっていうことと、それと本当これは何でもどんなお母さんもそうなんですけど、他の人の目線で他の人の視点で子育てっていうものを考えた時に自分の子育てがダメってやっぱり思ってしまうんですよ。自分の理想の子育てと比べて自分の子育てはダメなんだダメなんだってずっと思ってるので、このが2つですよね。旦那さんとの関係、旦那が悪いっていうより旦那さんとの関係がうまくいってないっていうこと、それから自分の理想とするかなりレベルの高い子育てと比べて自分の子育てがうまくいってないということをそれに落ち込んでしまうということが問題ですよね。で、処方箋です。子供の子育てをちゃんとやろうっていう前に旦那さんとの関係というものをもう一度自分発で何とかできないかっていうことをぜひ考えていただきたいんですね。もうひょっとしたら旦那さんに対する愛情というのは冷めてるかもしれませんけど、どうしてもこれは私も子供がいる父親なので分かるんですけど、一般的な父親ってよっぽどやっぱりね子供が好きっていう人もあると思いますが、自分で産んでないので、また子供が生まれてすぐこの人も私ね子供に対して愛情全然育児放棄してて絵本も読まない遊びもしない、子供には簡単な食事しかもう作れないとか、一人でもう遊びたいの自分の時間が欲しいのって言ってすごい一見わがままなお母さんに見えるんですけど、多分ね結婚して子供ができたばっかりの時愛情いっぱいに子供を育てたはずなんです。だからその落差が今と比べてあるから余計自分が嫌なんだと思うんですよ。むしろ子供を大事に可愛がって育ててらっしゃったんだと思うんです。今はそこまでの気持ちになってないけど。で、世の中の旦那さんというか旦那さんは子供ができた段階で奥さんとの関係というのは変わるんですよね。やっぱり奥さんの視点気持ちっていうのは全部子供に奪われるので、なので実は旦那さんっていうのは子供ができると喜びですけど、同時に子供ができるとライバルになるんです。で、ラブラブの関係であった人ほど急に奥さんが子供に行くので旦那さんは放置されるんです。奥さんとしてはそんなつもりはないわよって思うかもしれないけど、言わないかもしれないけど、世の中の多くのラブラブカップルが子供ができた時の旦那さんの気持ちはそうです。実は寂しい、実は子供に奥さんの関心を全部奪われてしまってる。で、男っていうのは本当に幼稚な生き物なので、どこまで行ってもやっぱり自分を大事にしてほしいんですよね。大事にしてくれる人のところに行くんです。で、それが奥さんが大事にしているのは子供になって自分ではないっていう状態で、悪いとかいいじゃなくて、そういう現状がもし昔あって知らないうちに蓄積していくと、自然と奥さんと旦那さんというのは関係が悪くなっていくというか、悪くなったというよりも冷めていくっていう状態が極めてスタンダードです。だからって私子育てもしてて旦那の世話までまた行かなきゃいけないのって言うかもしれませんけれども、新しい恋人を作ったのは奥さんなんですよ。それも変な表現ですけど、私たちの子じゃないのって思うかもしれない。女性、これ女性視点です。でも男性は確かに僕らの子だよって、でも私たちの子でしょっていうほど私たちじゃないよねって思ってるんですよ。We じゃなくてお母さんは私の子って思ってるように見えるんです、男からするとね。で、旦那さんっていうのは当然やっぱり女性じゃないので、おっぱいあげられない、産めない、ちっちゃければちっちゃいほどお父さんよりお母さん、最終的に男が子供を見ててやっぱりお母さんにはかなわないなって思い知らされる場面がいっぱいあるんです。
でたまにね、なんか奥さんサービスして、ちょっと子供面倒見てるから遊びに行っていいよって言ったで、パパパパって言ってたと思うんだけど、それはお母さんがいてパパパパなんですよ。お母さんいなくなった途端に、どんなに面白い顔しようが、どんなに面白いことやろうが、どんなに好きな食べ物を与えようが泣くんです。ママママって。こんな時ほど父親としての無力感を感じさせられる時はない。例えばお風呂を子供を入れるってなりますよね。で最初の頃子供お風呂を一生懸命入れようとして、入れ方わかんないわけですよ。でやっぱりね、一生懸命こうやりながら加減がわからなくって、でそうお風呂の中で子供を泣かしてしまったりするわけですね。そうすると奥さんとしてはね、旦那さんが子供をお風呂に入れて出てきたら、奥さんが取り上げて、でその間にねちょっと洗い物でもささっと済ませて、でママ出たよとかって言ったらパパパッと走っていってパパって、そういうのがなんかイメージあるじゃないですか。ところがですよ、これお風呂入れてる間に奥さんこうやりながら聞き耳を立ててるわけですよ。でお風呂から子供の泣き声が聞こえると。そうするとね、何やらかしてんのあの人、うちの子に何やってくれてんの、そう思うんですよ。パーッと飛んできてパッと開けて、大丈夫？この大丈夫ということは子供を心配している大丈夫なんです。そして旦那を責める大丈夫なんです。大丈夫って、あんたうちの子をまさか水没させてないだろうねって。本人は全然そんなつもりは奥さんはないんだけど、こういうちっちゃな出来事に男というのは傷ついていくんです。子供を遊びに連れてって、ちょっとね男だから女の人にできないワイルドな遊びをさせてやろうと思って、ちょっとでもワイルドな泣きますよ、当然泣きよるとか言っちゃうね、お泣きになるんだよ。それはしょうがない、ね、しょうがないです。初めての子ですもん。1回2回3回落としますよ。でも落として抱くことを上手になっていくわけですよ。男だって練習してないんですもん、お母さんよりね。でもその度に、あなたうちの子に何してくれんのって、敵ですよこれ。本人はそんなつもりないけど、男はそういうことにいっぱいちっちゃく傷ついてるんです。でそれが気がついた時に、子供ができる前の妻との関係とは違った関係になってるっていう寂しさを男に実はもたらしてるっていうことを女性には知っていただきたいんです。男の甘えかもしれませんし、男の弱さかもしれないけど、そういった繊細な生き物であるんですね。なので旦那が子育てに参加してくれないっていうこと、旦那が私のことをほったらかしと言うとしたら、100% ではないですけど 100% ではないですけれども、 40% から 70% ぐらい女性の責任というのもあるというふうにして思っておいていただいてちょうどいいと思います。だから旦那さんに子育てたった一人で悩みたくないと思うのであれば、まずは子供よりも旦那さんという視点を、それは子供ほっとくってことじゃなくてね、取っていただいて、旦那さんに何か自分が旦那さんが喜んでくれること、そんな大したことじゃなくていいですよ。もう一度ちゃんと愛情を込めてご飯を作るとかね、それからなんか旦那さんの服をアイロンかけるとか、やってらっしゃるかもしれませんけどね、旦那さんの帰りをなんか待つとか、ね、なんか分かりませんけど、何か自分発で旦那さんとの関係っていうものを自分からもう一度修復しようという努力をしていただけるといいかなと思います。これが処方箋の1個目。自分の子育てっていうものがうまくいってないということを悩む前に、旦那さんとの関係を今一度自分発でね、私は大変なのっていうことをちょっと置いといて、旦那は理解しないっていうその悔しいというか、なんかね、そんな気持ちもちょっと置いといて、自分から旦那さんに歩み寄るっていうことをあえてやってみてください。はい。で、処方箋の2つ目ね、これは、他の人の子育て、以前の自分の子育てと比較をしないっていうことです。特に芸能人ママなんて意識する必要はありません。彼女たちはお金も持ってるしね。で、芸能人ママが要するにアイドルからママドルになるためには、ママドルとして仕事も子育てもやりながら依然として
女としての魅力っていうのもあるっていうふうにして見せて、少女から母に変わった女性ターゲットというもののお客さんに共感をするための商品なんです、ママドルは。実際彼女たちは苦しんでたり悩んでたりすごく辛い思いをしているっていうことはいっぱいあります、ね、なので例えば元アイドルが子供ができてから新興宗教に入ってしまったというニュースとか昔のねそういうのいっぱいあるじゃないですか。なぜかってものすごい苦しんでるんです。有名人であるがゆえに。で実はそういった背景というものを全部隠してマスコミはママもやってるよ、仕事もやってるよ、まだ綺麗だよっていう理想のママ像っていうものを掲げることによって、本来であればお母さんになって結婚して終わったアイドルという一人の商品をさらにそのファンをですね継続してファンにし続けることができるっていう仕組みがあるので、なのでアイドルをママドルに変えていくっていう一つの商品化としてやってる。そこを見て本当は彼女たちだって苦しいところあるのかもしれないのに、テレビの前では一生懸命こういう風でって私本当にもう可愛くても何々ちゃんとかって言って本当にあれ分かりませんよ、作り話かもしれません、本当かもしれません、分かりません。でもとにかくそれは一つの、お客さんをずっと永遠のねアイドルではいられないしね、そうじゃないですか。新しいアイドルいっぱい出てきますから。 AKB の初代の人だって今はもう AKB じゃないでしょ。もうねお母さんになってたりもうお姉さんになってたりちょっとしたらおばちゃんに入ってるぐらいの年齢になってる人もいるかもしれないね。もう AKB 出てきた時の今新しい子どんどん出てきてますから、ね、だから彼女たちが商品としてまだ生きるためには今度ママになったママドルを作るしかないっていう、それはもう芸能界というか商品化している芸能界の一つの宣伝方法なので、それと比較して私はあれもできないこれもできないと思うのはもう愚の骨頂です。もうもったいないし、そんな嘘に騙されたらダメですっていうことです。でその上で子供が可愛かったはずなんです。子育てが面白かったはずなんです、この人は。だからその時と比べて今はモチベーションも湧かない、子供も可愛いと思えないというこの落差に苦しんでるってことをさっき話しましたね。で、子育てっていうのを理想の子育てを捨ててください。ディズニーランドなんか連れてく必要はありませんし、可愛いおべべを着せる必要はないんです。でも絶対忘れちゃいけないのは、子供はどんなにお母さんが子供を嫌いになっても子供からしてみるとお母さんが唯一の自分を支えてくれる唯一の生きがいであり唯一の存在なんです。でもそれを重く捉える必要はないです。子供のおもちゃは何かって言ったらお母さんの体なんですよ。子供の最大の遊びは何かって言ったらお母さんのお手伝いなんです。お母さんのそばにいることなんです。なので子供と子供の遊びをしなければいけないと思い込んでいる時点で思い込みです。そんな必要ないです。昔のお母さんたち子供とおもちゃを使って今のお母さんみたいに遊んでる暇はなかったです。おばあちゃんたち話聞いてみてください。80歳90歳のみんな子育てをしている時間なんかなくて田んぼ畑をやって自分の子供をカゴに入れて田んぼの横に置いといたんです。そして子供たちはお母さんがおっぱいをあげに行くっていう時にお母さんのおっぱいを飲んで、そしてお母さんの姿っていうものを追っかけながら、田んぼで働いているお母さんの姿というのをこうやってね追っかけながらお母さんを確認してたんです。今いろんなことが落ち込んでてできないという状態にあるのであれば、それでも家事をしてなんとか簡単な食事を作ってるっていうことなんですね、この相談者さんであれば、その何とかやっているというそのこと自体が子どもにとって一つの学びになっているし教育になっているし、そのこと自体が子どもにとって遊びだと思ってほしいんです。4歳になったら手伝いもできます、ね、お母さん一生懸命多分助けようとするはずなんです。子どもにとっての遊びは一般的にトイザらスで売られているようなおもちゃを使って遊ぶのが子どもの遊びとは限らないってことです。ね、洗濯物を取り入れるよ、一緒に洗濯物を畳もうね、で自分は精一杯しんどいけど洗濯物を畳んでる、これ子供にとったらお母さんと一緒にやってるっていう遊びなんです。
立派に子供と遊んでるっていうことです。それは、ね、なので絵本を読んであげなければいけないって、ね、子供と子供の遊びをやってあげなければいけない、そう思って苦しいのであれば、必要最低限の生活をするっていうことで精一杯なの。でもこの精一杯の家事育児がイコール子供にとって最大の教育、そして子供にとって最大の遊びなんだって今は理解をしてください。余力が出てきたらちょっと遊んであげたらいいと思います。十分子供は楽しいはずです。お母さんがそれをね、育児をしている、育児というか家事をしている、生きていくために必要な作業をしている、その母親にとっていいですか、子育てっていうのは生きていくための生活の具体的な知恵を仕込むのが母親の役割ですから、ね、どうやってお粥を作るか、どうやって洗濯物を畳むのか、ね、どうやってきれいに整頓してそれをタンスに入れるのか、いちいちが全部子供にとって学びなんです。なので必要最低限の生活をしているということを、私は子供と遊んでるのって思ってやることです。これは立派に子供と遊んでるの、私子育てしてるのって思っていいんですよ。ね、で「何ちゃん手伝ってくれる?」って言って「ありがとう」って、ね、でそういう遊びをしてくれる。それはそうですよ。だってね、おいくつか分かりませんけど、4歳と2歳の子供であれば当然お母さんも30とか、30歳とか分かりません。下手したらもっと上かもしれません。もっと若いかもしれません。ね、30歳の大人の女性がですか、30歳の大人の女性がグリとグラ本当に楽しんで読んでますかと、面白くないですよね。30歳の女性向けの本じゃないですもん。でも子育てが楽しいっていうのはグリとグラのとか、子供が遊びが楽しいからやってるわけじゃないんですよ。それをやった時の子供の反応とか、それを読んであげた時の子供が喜んでくれるとかっていうことの反応が楽しいんです。グリとグラが楽しいわけでもないし、それからなんか手遊びのなんとかなんとかこっちから狐が出てきたよとかなんかいろいろあるんですけど、30歳のおばさんがやる遊びじゃないですよ。ね、だから自分が楽しいっていうことではない、その遊びを自分がね、今この方疲れて多分気持ちもちょっと病んでらっしゃった、その病んだ状態で無理にやれっていう方が酷です。むしろ生活していくことだけで精一杯なはずなので、その生活していく精一杯のことっていうことを遊びだって理解してほしいんです。子供にとっては何でも遊びなんです。子供にとったらお母さんが洗濯物を畳むことも遊びなんですよ。トイレに行くことも遊びなんです。なので全部私は子供と遊んでないじゃなくて、毎日こうやって遊んでるのって思ってほしいんですね。でそこにね、子供を巻き込んでいく、手伝ってって手伝ってって、そして子供を誰も助けてくれる人がいないって言ってましたけど、助っ人に変えていくんです。後進国の子供たちはみんなそうですよね。子供いっぱいいますけど全部戦力になってますから、小学校6年生でも畑耕してます。でもそれが生活、生きていく知恵というものを子どもたちに労働力として、労働力にもなってるし子育てにもなってるし、子どもたちはそういう体験を通してどうやって生きていくのかっていうことを学んでるってことです。これが最大の子育てです。今の日本は豊かになりすぎて子育て感が逆に崩れてます。なんか子どもと子ども向けの子どもの遊びをしてディズニーランドに連れてって、夏はプール、冬はスキー、それが幸せな子育てをいいお母さんいいお父さんと思い込んでますけど、おかしい。それがおかしい。むしろ余裕がありすぎてそうなってる。でそれでいて大学まで出して、で社会人になってみて挨拶の一つもできないんですよ。自分で料理作れない、月給50万の OL なんですかそれはって話です。自分で料理できないっていう、そもそも生きていく能力がないでしょっていうことでしょ。だからもう一度ね、子育てっていうのは特別なことじゃなくていいっていうことです。生活の知恵を子供に教えていくのは母の役割なので、できること限られててもいいんです。トイレに行って帰ってくるっていうことでも子供にとっては立派な教育です、ね、買い物に行って買い物をするっていうことも立派な教育ですし遊びなんです。
そう思ってぜひね今自分ができる最低限の、体もしんどいし心もしんどいと思いますけど、最低限の家事育児が全部子どもにとっての遊びであり、子どもにとっての教育であり、自分はそのことを立派に成し遂げてるっていうことを自分で認めてあげてほしいと思います。そこから余力ができたらこういうことやってあげたいなっていうことを少しずつ拡大していけばいい。でそうしていくと子育てっていうのは多分もうちょっと自分が楽しくならないと子育てはうまくいかないので、自分が楽しくなる、子供が大きくなればなるほど自分の助っ人が増えるわけですからね、楽になっていくんです。これから子供が小さくなっていくんだったらちょっとしんどいですよ。でもこれから1年経つごとに子供が大きくなってどんどん手伝ってくれると思ったら、今がどん底ですよ。これから戦力になるわけですよ。多分ね、洗濯物をやってくれるようになります。でご飯も作ってくれるようになります。そう思ったら楽しいじゃないですか、ね、そうなったらちょっとお母さん遊びに行くと、もうちょい我慢してもうちょい我慢して遊びに行くんであれば、子供を遊びに行くのに置いてってもいいぐらい育てなかったら遊びに行けないので、ね、その楽しみはもうちょい先に取っておいて、今子供にどうやって生きていったらいいかっていうことを一緒に生活しながらぜひ教えていってあげてください。きっとね、将来その子は特別なことしてもらわなくても必ずお母さんに感謝するようになると思います。はいねぜひね、いい旦那さんとの関係と、それから母親としての自尊心というものをぜひですね、取り戻していただいて、で、明るい家庭を築いていただければと思います。